甘めで美味しい。美味しいです。程よいブリブリ感。シャコ味濃いですね。うわ、タコシンプル。うまい。さっぱり系。油ある側はからし。レアステーキやなこれ。トロトロ系の鶏貝だ。甘い。塩の香りが伝わってくる。ハマグリと蒸しアワビの。貝だな。胃に優しそう。大きめの炙り感が美しい。まだ生感が酒が進みますね。あん肝と甘エビの昆布締めです。辛味系だ。塩味辛味系。甘さはいいっすね。シャリが面白い。ねっちりしてる。マコ自体って今日のやつですか？昨日どれぐらい当てるんですか？3時間ぐらい。しっかりですね。久々に食べました。キュッとする感じ。うまっ。シャリを余計に美味しく感じる。さりげなくすんのうまい。口どけがもう半端ないですね。淡いね。一瞬で消えた。味の濃さがやっぱり甘さが全然違う。油強いからシャリの感じ方が全然違う。この握り50貫ぐらい食えそうです。しっかり。うまっ。食感がなんて言うんでしょう。硬すぎず柔らかすぎず。サイズ感もちょうどいいですね。お店来たいってなったら予約はどうやったら取れますか？普通に電話していただいたらそれしかやってないです。電話予約のみ。で今、営業は夜のみ。夜のみです。お任せは今いくらで？おつまみと握りのもので18,000円税別なので、はい。お願いします。基本もつまみと握りでお任せ。握りだけもやってます。あ、いいんですか？はい。握りだけだとつまみと握りでやってます。甘い。サイズ感があえてこのサイズですよね。はい。なんでこんなエビ甘いんですか？
茹で方ですか？もう一番いい状態の時にもう茹でてみて、はい、で氷水でしっかり、そうですね、こんな感じです。プリプリ系だ。すだちが効いてますね。とろ系ですね。はい。なんでこんな柔らかいですか？この塩は仕込みで。もともと柔らかい味。ナイス反り具合。甘いっすね。柔らかくて甘いタイプ。角反るじゃないですか。あれってやっぱ塩とか火入れでなるんですか？まずは生だと貝結構ダラーンとしてて、鶏貝とかも全部そうなんですよね。で火を入れれば入れるほどだんだん変わってきて、それもだから本当にその加減っていうのはそれぞれ生すぎてもなんか泳ぎがぐにゃぐにゃな。クリーミー系、海の香りがする。ほんのり繊維感がシャリと馴染んでいくタイプ。溶けたところの甘さ、脂が舌の上をずっと浮遊している感じ。穴もすごいですね、これ。だんだん良くなって物がいい。最後ちょっと爪を塗ってますよね。でもやっぱ爪感というよりは煮込みの穴子自体がまずしっかり、例えばっていうふうに勤めながら自分にこう。ハードタイプ、しっかり。これサワラもすだちですか？香りがおしゃれ。さりげないですね、やっぱ。このサワラの一番のポイントは、はい、燻製とかすだちとかじゃなくて、やっぱりこういうサワラ水とかがあって、塩をちゃんと当てるっていうのが一番のポイントだと思う。昆布当てたのかぐらいの感覚。うまい。あれ甘だれ。このハマグリとアナゴの爪ですよね。うわ、なんだこの新感覚。なんかぬめりというかが余計助長される感じ。あります。アナゴに甘だれもやっぱりアナゴの絡めたとか上にした時はぬるっときます。そうなんですよ。そうぬめりがアナゴもそうだし、ちょっとゼラチンっぽい感じで。だけど皮目だとちょっと下にぬるっと当たるので、あれはあれでうまいので。うわー渋いこれ。あとこれって何焼きですか？これは京都の作家さんなんですけど、清水史郎さんっていうんですけど、でこの京都で修士って住んでた時にすぐ近くに家がありまして、はい、でその方がこの京都の住んでるところの土、京都のでそう作ってくれた。湯飲みも全部。でこれもさりげなく魚の名前をね、マグロとか。僕はまだ全然これから勉強してるんですけど、器とかなってくると器めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いですよね。で僕京都で修行できたので、京都器やば、もうそうですよね、文化的にもすぐ見に行けるんですよ。この前その清水史郎さん、これ全部同じ方、いわゆる土っぽいのと、本当に器もふかふかすぎて難しいところですけど楽しいところです。くつろぎの味わいですね。固めのプリンみたいな感じのカステラ風にしましたみたいな。ちょっとさつまいもっぽい香りがします。そうかもしれない。
皮の焦げてるところがちょっと芋、さつまいもの皮みたいな、シャリが美味しい。あんまないシャリ。修行先とちょっと変えてるんですか？いや、もうほとんど一緒です。へー。そんなに強い塩味は感じない。どっちか酸味系な気がしますけど。シャリは、砂糖入ってるんですか？砂糖は全部です。もう塩と酢だけ。塩と酢だけです。で酢はいろいろミックス。一本。すり酢と塩だけです。プリプリ系だ。めっちゃうまいっす。絶妙。すだちが効いてますね。シャリがめちゃくちゃうまい。なんかシャリがまた顔が変わった。ちょっとねっちりしてるし、これうまい。淡いけどめちゃくちゃマニアックな一家。湯引きか。お湯をさっとかけて、で酢に落としてます。さっぱりしてるですね。優しさがありますね。くつろぎの味わいです。寿司っぽいというか儚いかったですね、今のは。ハードタイプ、しっかり濃いめですね。最初に海苔が来て、かんぴょうの食感、甘みが来て、シャリとわさびが追いかけて、四位一体。美味しい。この硬さは火をしっかり入れるとしっかりめ食感になるんですか？そうです。この味を入れる前にまず乾物なんでしっかり戻すんですけど、真っ白い状態。戻した後にお湯で水から茹でるんですけど、そこの加減だと思ってます。大体何分っていうのは大体お汁また目安はもちろんあるんですけれども、そこからはあとは自分でちょっとつまんだりかじってみたりして、でそれでその個体によってもやっぱり違うので、かんぴょうですら個体差があるってことですね。もうかんぴょうは結構あります。大将、今日本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。寿司宮下さんのこだわりとか大切にされているところってどんなところですか？やっぱり僕らは毎日毎日同じ仕事を継続して寿司屋さんを作り上げていくんですけれども、お客さんはその日1回でこの寿司屋さんこうだなっていうふうに感じ取ってもらえるので、僕の中ではできることは一日一日まだまだ未熟ですけど成長することしかできないので、それを目標に頑張って仕入れから仕込みからこの営業を全部一生懸命できるようにしたいと思ってやっております。なんかお寿司の面白いとことか、好きでやってらっしゃるところもあると思うので、なんか魅力ってどんなところにあると思ってますか？本当にこのもし一本のものですけども、そこに自分の思いが言葉は何も言わなくても詰まっているので、それをお客さんが感じ取ってくれると一番嬉しいし、惜しいってそういうもんだなって思ってます。僕は何よりも今日個人的にはすごい勉強させていただいたのは、器とのストーリーだったりとか、もうそれも含めて言わないけどここに置く多分メッセージが、思いがあるっていうのが、なんか新たな学びというか、いろいろ大変だと思うんですけど、今後もぜひまた伺わせていただきますので、今日本当ありがとうございました。ごちそうさまです。